こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？私は元気です。はい、私は今日もジムに行って運動をしてきました。はい、たくさんのボディービルダーが周りにいました。はい、私も、負けないように頑張って運動してきましたよ。はい、元気ですよ。はい、今日は、知っている人もいるかもしれませんが、英語のポッドキャスト、英語で話すポッドキャストを、作ってみました。はい、先にそちらをアップロードしました。はい、そっちは3分くらいの話で、こっちは8分くらいで話そうかなと思ってます。はい、いつもよりは短いですね。はい。英語の方の話よりちょっとこっちの方が情報が多い、はい、と思います。はい、どうぞ。同じ話ではないのでよかったら聞いてください。はい、テーマは同じで、英語のポッドキャストと同じで、チャレンジ、何かをやってみる、初めてやってみるということです。はい、そうですね。皆さんはどうですか？最近何か新しく始めたことがありますか？どうですか？ 2024 年、今年始まってもう3ヶ月、そろそろ終わりますね。早いですよね。もう3ヶ月終わりますよ。3でしょ？あと9ヶ月ですよね。今年終わりますね。すぐ今年終わりますね。本当に早い。はい。だけどどうですか？何か今までやってなかったことを最近始めましたか？YouTube で私がポッドキャストを始めたのは確かにここ2ヶ月ぐらいなんですけど、そのいろんな方からメッセージをいただいています。はい。その中で、何人か日本語の勉強をもう一回始めてみようと思いますというふうに書いてくれた人がいました。はい。それは新しいチャレンジ、挑戦ですね。うん、チャレンジは日本語だと挑戦と言いますね。難しい言葉だと挑戦。えっ、と、それも本当にすごい大きな挑戦だと思います。はい。私自身も、それと同じで、やっぱり英語の勉強をもう一回、始めようとも思ったし、ドイツ語の勉強も全然やってないので、えっ、とややったら楽しいと思うんでね、やっぱり、やろうかなって今考えてるっていうか、もう早くちゃんと本をね机の上に置こうと思ってますはい。やっぱり自分の目に入るところにそういう本とか何でもいいんですけどね、テレビでもいいけどそういうのがあると見ますよね。そうだからやろうと思ってます。はい。それで私にとっての挑戦というか一つアドベンチャーって言います。日本語だと。英語だとアドベンチャー。もっと発音がね、私は上手じゃないけど、こうどこかに行ったりするみたいな、冒険する、新しいことを全然知らないところに行ってやってみるとか、そういうのでも言います。旅行に行くこともアドベンチャーとも言うし、なんでしょう、この写真みたいに全然こうラクダと言います。動物に乗って歩いてみるとか、日本でもいいんです。これが外国じゃなくてもいいからそれをやってみる。もうとっても心がワクワクする、ドキドキするとか、そういうのはもうアドベンチャーですね。全然やってません、本当に。やっぱりコロナのせいですね。それは本当に大きいですね。コロナの時になってからもうほとんど遠くに出かけていないです。はい。もうずっと日本。はい。私はやっぱり外国に行くのが好きなので、本当にもうつまらない
というのをここ最近すごく感じるようになりました。どうしてかわからないけど、もう行ってないのに3年ぐらい外国行ってないかな。もうちょっとアレルギーみたいな花粉症みたいな感じで、もうどうしよう、なんかちょっと病気かもという気持ちになる、そんな気持ちで外国行かないとって、行かなければならないみたいなそのくらいの気持ち、ちょっと病気ですよね。今日ジムで運動している時も全然頭からそれが離れなくて、運動してるともうすごく集中するので、やっぱりトレーニングって大変なので疲れるし、そのことは他のこと考えられなくなるんですけど、いつもは今日はねダメでしたね。頭の中はもう病気。もう外国行きたいとか、いや外国行かなくても何か面白いことあるかもしれないとか言って、自分の頭の中でいっぱいぐる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 考えてました。結果的にはそれは無駄ですね。あの一人で考えてても全然意味ないですね。やめた方がいいですね。それはあんまりいい時間じゃないです。やっぱり運動をもっとちゃんとすればよかったなと思ってます。それで最近テレビで見たその挑戦とかアドベンチャーは、日本人の人がアメリカでヒッチハイクをしているというのを見たんですね。で、アメリカってヒッチハイクそっかしていいんだって、私その時よく知らなくてテレビを見ていたんですけど、すごく長い距離をヒッチハイクをして、ロサンゼルスとかなのかなぐらいまで行く番組だったんですね。で、うわすっごい楽しそう、全然知らない人と初めて会って、車乗せてくださいって話して、いいですよって言っていろんな話しながら車乗るの、楽しいなって思って、ちょっと調べたら、いやアメリカはもうほとんどの場所がヒッチハイクはできない、法律で決まっていてやってはいけない、危険だから、乗せる人の方が危ないという、変な人が車に乗る可能性があるらしいですね、アメリカね。だからそういうのはダメみたいな。乗る方も危ない人もいるし、乗せる方も危ない人いるから、かもしれないからダメっていう風にインターネットに書いてあって、そっかダメなんだと思って、やっぱりテレビだからやったのかなと思って、ちょっと残念と思っていました。だけど皆さんがもし日本でヒッチハイクをしたいと思っていたら、できますよ。日本は、私はよくそういうテレビ番組を日本で見ます。外国の人が日本に旅行に来て、私はどこに行きたいですって紙持って立っていて、乗せてもらうっていうの。誰でも乗せてくれないけど、乗せてくれる人いますね。親切な人多いですね、見てるとテレビ。もちろんテレビカメラが一緒に立っていて車を待っているじゃなくて、本当にその外国の人が一生懸命自分で車を探すというのを遠くのカメラで見てるんですけど、やっぱりね親切な日本人たくさんいますね。だから日本だとそんなに怖い人いない、少ないので、いますけどね、もちろんいますけど少ないから、みんながもし興味があったら、やってみていいと思います。そうそう、うん、法律でやってはいけませんという決まりはないです。それでインタビューとかで外国の人にインタビューすると、いや私は他のアジアの国でもヒッチハイクをして旅行してきました、だから日本でも今ヒッチハイクしてますとか言ってる人結構多いですね。だから特に男の人だったらやりたかったらやってみていいと思うし、ちょっと女の人だとやっぱりあんまりね、いくら日本でも進めないんですけどね。そういうアドベンチャーチャレンジもありますね。だから
男の人はやっぱりちょっと羨ましい、いいなって思います。私自分が男だったらやりますね。うん、そうなんですよね。で私は日本でヒッチハイクをする日本人というのもインターネットでちょっと話を読んだんですね。でできますという意見が結構書いてあったけど、私はね日本では多分できるってわかるから、あんまりそれはチャレンジじゃないんですね、私にとってはね。ちょっと小さいチャレンジだから、できれば外国でやりたいと思ってます。はい。でもアメリカじゃなくてもいいですね。アメリカはちょっとやっぱ難しいですね、法律的にね。だから他のアジアの国、韓国とかタイとかいろんな国でやってみたい。だけど例えば韓国でも私韓国語わかんないから、パニックですよね。でもそれ面白いですね。言葉がわからない国の人に車に乗せてもらうという、本当に危険だと思うんですけど本当にやばいと思うけど、そこでいい人に会えたら本当にラッキーですね。すごいね、いいですね。もしね、みんながこのポッドキャスト聞いてくれてる皆さんが私がみんなの国に行った時に乗せてくれる、車乗せてくれますっていうのもね、それも嬉しいですけどね。そうね。だから他のことでもいいんですけど、なんか私もチャレンジしたいなとは思ってます。はい。皆さんもぜひ日本語の勉強だけじゃなくて、何でもね、スポーツでもいいし、いろんなこと、遊びでもいいし仕事でもいいけど、でも遊びの方がリラックスしていいかもしれないですね。なんか新しいチャレンジ、やったことないことをやってみたらいいんじゃないですか。それにぜひちょっと本当に私に何をやったらいいか、ちょっとヒントアドバイスもらえたら嬉しいです。何々やったら面白かったですとか、お願いします。知りたいです。多分本当に私が今頭の中つまらないんだと思います、自分が。だからもうちょっと新しいこと欲しいです今、自分の生活に。そう思ってます。はい。なので英語のポッドキャストとかドイツ語のポッドキャストとか、作っていけたら、少し自分の新しいチャレンジで少し頭楽しいかもしれない。間違えながらもすごくいいことですよね。たくさん間違えたいなと思ってます。はい。ぜひ教えてください、皆さんの意見。はい。じゃあ日本語ね、勉強チャレンジしている人、私のオンラインレッスンがありますので、皆さんのチャレンジをサポートします。はい。私は Zoom でみんなと話しながら授業をしている Zoom もあるし、Zoom レッスンもあるし、ビデオレッスンもあります。ビデオレッスンは皆さんの時間があるときいつでも見られます。はい。読解のリーディングのビデオレッスンとか、とっても人気です。これ見て合格してる人が、JLPT 合格してる人はたくさんいますので、よかったら使ってください。全部私のオンラインレッスンリンク下に書いてあります。コメントのところを見てください。あとは、YouTube で見られるビジネス日本語の、話し方、ビジネス日本語のそれも電話の話し方というビデオがあります。電話のビデオはこの2つですが、他にもビジネス日本語のこともっと他のビデオでも教えています。私の YouTube チャンネルの中に入ってますので探してみてください。で、ビジネス日本語は私の Zoom レッスンにもあります。Zoom でレッスンします。はい、よかったら来てください。明日も授業あるんですけど、もう申し込みできないから来月4月からあります。どうぞ来てください。あと私の Twitter も下にリンクを書いておきます。はい、どうぞお願いします。じゃあ皆さん私に何かおすすめの新しいチャレンジ教えてください。よろしくお願いします。